まあ、一つにはもう僕が単純に笑顔が見るためのなんか土台になってるって考えてなんか合ってる感じしますよね。夢の一歩っていう看板も、夢を語れっていう看板も、歴史を刻めって看板も全部僕が伝えたいメッセージを看板にしてるんですよ。笑顔が見たいから。僕らは何のためにこのうどんやってんのって、スタッフたちにお客さんの笑顔が見たいからでしょっていう、それをそのまま看板にしてるって感じです。ただなんか面白いと思ってつけてるだけじゃなくて、自分の名前が自分を作ってるものっていう感覚なんで、そういう感じで全部やってます。OK だ。はい。いいよ。いい。それも出しといた方がいい。ちょっとでも汚いとイライラするんです特に修行生たちとか、ここには掃除しか言わないです。掃除しか言わない。ラーメンの作り方なんて別に誰でも作れるって、ラーメンなんてレシピ聞いたらっていう、そんなのね、雑巾がけで競争することで店にきれいにしてもらうっていう雑巾がけ競争、はい、雑巾がけ競争、雑巾がけダービー毎月やってて、たくさん練習しや言うて。うちの歴史ですね。ラーメン荘夢を語れ2006年が僕とうちの奥さんで最初創業してて、でその次に地球規模で考えろができて、まあ、代表柳さんっていうので、まあ、この時藤原大地もすでにいますけど、で歴史を刻めが2010年ですね。全店舗の店長に経営者になってもらって独立してもらったんですよっていうのが歴史ですね。うちの今グループ全部で90ぐらいらしいですけど、僕分かんないです。その孫弟子ひ孫まで入れていくとグループ的には90ぐらいあるらしいんですけど、ここがビール工場に、でこの中でまあうちの奥さんが大工作業場にしてますけど、ここをビールブルワリー、ビール工場にしようと思ってる。めっちゃ静かなんで、ここにサウナ並べて向こう側見て水風呂にしよう思ってっていう。九州の、まあ、一大都市で福岡から新幹線で10分で来れる距離にここがあって、30分で来れるんで福岡からっていうところにテーマパーク作りたいなと思ってて。でここも中も外も内子ちゃんと振ってないと滑りをねカットするときに疲れてできます。
寝かします。結構修行生にはなんで俺ラーメンやりに来てんのにうどんやってんねんとかって思う子いるんですけど、それを含めて経験してもその感情も含めてめっちゃ大事で、なんで俺ラーメンに来てんのにうどんやってんねんっていうのもそこに意味があるから僕はやってるわけじゃないですか。それに対してなんでなんとかっていうのも自ら答え出せるようになってほしいんですよね。僕はいまだに現場出てるんですけど、現場も好きやし、そういうメンバー仲間のレベルを上げていくっていうのも好きなんで、そこに関わってるっていう。まあ、一つにはもう僕が単純にうどんが好きになったっていうのが一番の理由ではあるんですけど、自分がまあ30代になった時にもともとは21歳ターゲットに、二郎系のラーメン屋さんやらせてもらってましたけど、自分がまさにそういう年齢の時にそのラーメンが大好きで通ってて、そこから始めたものがそうだったんです。夢を語れだったんですけど、自分が小学生の子供を持つような親になった時にその時にハマったものがうどんだったんで、うどんを作ってみたいっていうのが一つの理由で、もっと言うとそこからそういうお客さんに来てほしい、小学生の子供を持つ家族に来てもらえるような店を作りたいって思ったのが原因でうどん屋を始めました。そうですね、もうその時に自分がやりたいと思ったからやったっていうのがもう、まあ、一番の理由はそこです。これが好きだからってお店やってましたけど、なんでなんて言われたら好きだからっていう、それだけじゃないですか最初は。なんで僕はそのうどんが好きになったから始めましたっていう。いらっしゃいませ。で、なんかでうどんが23分とか、今日の麺だと23分茹でるんで、お客さんの入りを予想してもう茹でとかないと、オーダー入ってから20分茹でてたら長すぎるんで、もう時間大体15分とかだったらもう冷たいうどんは出せないで、30分経ったらあったかいうどんも出せないんで、もう廃棄になっていくんですよ。そこら辺の読みがめちゃくちゃ難しい。団体さんで全員うどんとかになったらもう間に合わない、めっちゃ待ってもらわなあかんし、でかといってじゃあ廃棄して捨てたらうどんの神様に見放されるんで、自分らで食べるっていう、ひたすら食べるしかないです。やっぱそういう考えはやっぱめちゃくちゃ大事だと思ってて、捨てりゃええやんみたいなのが、なんか物をまさに修行者もそうですね、物を無駄に使うとかって全部ガス水道電気も全部そうだけど、なんぼでも使ってええもんじゃないっていう、それを美味しいラーメンも美味しいうどんでも何でもそうですけど、一番少ない資源で一番美味しいもの作るっていうことめちゃくちゃ大事だなと思うんですよ。水垂れ流し続けるとかも良くないしとか、洗い場もそうなんですけど、洗剤いっぱい使って洗うのも極力少ない洗剤で洗えるであったりとか、極力少ないガス代でできるとかめっちゃ大事じゃないですか。そんなのめちゃくちゃ細かいです、そこは。特に水滴も全部汚れだっていう判断で
水滴も落とすなっていう、完全にそれはもうこれでラーメンつけ麺作ったらめっちゃうまいですけどね。それこそも鶏白湯スープっていうだいぶ特殊なスープでやってるんですけど、鶏を炊いたやつ炊いて、スープ炊いてるのと、丸1日ぐらいめちゃくちゃ炊いて、それをもう混ぜて作ってるスープ、濃厚なスープですねと、普通にうどんで使ってるかえし、だし、魚、サバ、いりこ、昆布、しいたけで取っただしと合わせたダブルスープみたいな感じでやってます。どっちかというとラーメン屋の方の技術を使ってるイメージですね。いや、狙ってできたわけじゃなくて、こうしたら美味しそうだなと思って作ったら美味しかったっていうので美味しかったんで、それをうちの定番のうどんにしてます。何も入れてない状態のスープだけでも美味しいっていうか、うちのメンバーはこれでご飯とまかないで飲んでますね。もうこれ飲むだけっていう、何も入れてない状態でこれだけで飲みます。それでも美味しい。これだけで飲んでもらってもホッとするっす。なんか懐かしいなんか感じするっすよね。何なんですかね。なんかそうなんですよ。これ単体で十分なんかホッとするっす。笑顔が見るためのなんか土台になってるって考えて、なんか合ってる感じしますよね。はい、じゃあうどんの食券ありましたらこちらでいただきますね。はい、鶏白湯、はい。じゃあ2番でお呼びしますね。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。旨辛で注文していただいてるんで、天かすはお好みで入れてください。最近やったらその巌流島つけうどんっていうこの間限定やったんですけど、それはもううちのラーメンのお客さんがめちゃくちゃ来ました。なんでめちゃくちゃ好評やったんで、それは定番化させていこうかなって今からしようとしてるメニューなんですけど、これ限定ですね。限定のキーマカレーうどん、これもうほぼほぼ今だけですね。今だけの限定です。一番さんお待たせです。はい、キーマシはい、お待たせです。ハムライスですね。台湾入ります。台湾混ぜうどんです。
うな和調系の人も好きなものになるんですね。米一番ベストやん。一番さんお待たせしました。どうぞ。ですね、最後ここに天かす入れていただいたら完成になります。はい、下にお盆とありますね。お盆使ってください。これさっきやってたやつを今からでこんな感じですね。最後プレスしてチーユース300g です。このチー油を完全に溶かした状態とかも混ざった状態で入れます。公式火、これで完成です。これはまあ追加ですけど、これで食べてもらうのがベストです。ぜひ食べてみてください。
さんもこれ出す時はもうまとめてもっといっぱいまとめてやる。これがうちの巌流島つけうどんっていう。どうも、荒瀬、ありがとうございました。これです。大体基本2回温めます。嬉しいです。ありがとうございます。だいぶ特殊な鶏白湯って鶏のスープって珍しい。どこからですか？つくしのです。あ、ほんまですか。ぜひちょっとまたお友達連れてお願いします。はい。ありがとうございました。はい、どうもです。ありがとうございます。お客さん完食です。ありがとうございました。巌流島つけうどんです。これで完成です。ここ来るとみんな笑顔になってまうねんってなったとしたら、お父さんはここ連れてきさえすれば家族なんか仲良くなれんねんっていう場所になってくれたとしたらめっちゃ良くないですか？お母さんもここに旦那と来たらなんか子供も含めてみんなで笑顔になれんねんっていう、なんかどうしたらいいか分からんけどあそこ行っときゃなんとかなるわっていう場所になれたらいいなっていう。それはどうやったらできるかっていうのはまだ答え持ってるわけじゃないですけど、でも店の名前に笑顔を見たいからって掲げてるし、いつもミーティング朝礼とかでもそういうお店作っていきたいよねって夢を語ることによって、まさにあそこの家族ちょっと今なんか機嫌悪いなお父さんとかってなったらちょっとなんかできるんちゃうかとかっていう風に僕らでこっちで考えれるじゃないですか。そういうことをやっぱりしていきたいよねこの場所はっていう風に考えて作ったのがそういう店ですね。笑顔が見たいからですね。